も MA マンです。今回はアミューズメント一番くじのジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース SMSP の空城城太郎のフィギュアを二次元彩色でリペイントしていきます。 SMSP シリーズは ABCD の4つの章があってカラーが分かれてるんですけど、今回塗っていくのは B 章のフィギュアになります。最終的に、前面の元の色は隠れるのであんまり元の色は関係ないんですけどね。私は今回予約をしていなかったので発売日に朝早くゲームセンターに行ってくじを引きに行ったんですけど、思ったよりも人が並んでて行列がすごいできてたのでマジでびっくりしました。結果2回引いて2回とも B 賞だったんですよね。自分が引いた後に他の店舗にも残ってるかどうか聞きに行ってみたんですけど、周りのお店ではほぼ全滅で売り切れだったんですよね。朝早く行って本当に良かったです。で、今回塗っていくテーマなんですけど、渋く厚くをテーマにして塗っていきます。テーマがあると、私的にはすっごい塗りやすくなるのでそんな感じでやっていきます。城太郎って男臭い感じと美しさとあと熱さとみたいな感じでめちゃくちゃいろんな要素が詰まってるキャラクターだなと思うんですけど、その中でも城太郎の熱さとあと配色の渋さというところに焦点を当てて塗っていきたいと思います。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントやフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も発信しているのでぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またフィギュア塗装コミュニティのフィギュアアートラボも運営していますので、興味がある人は概要欄の一番下をチェックしてみてください。それじゃあ塗っていくよ。では塗っていきます。まずフィギュアを中性洗剤でしっかりと洗って微細な汚れを洗い落としたらしっかりと乾燥をさせて、今回はサフではなくトップコートを拭いてスタートとします。分解なんですけど今回は一切しません。このままの状態で塗っていきますね。塗っていくテーマは冒頭でも言ったように渋く厚くということで、私の中での城太郎のイメージでもありますね。テーマはやっぱり何でもいいので何かしら決めておくと自分の中で完成までの方向性がぶれることが少なくなるので、私は毎回テーマは決めるようにしています。今回塗っていく全体的な配色になるんですけど、基本的には B 章カラーの配色で二次元彩色バージョンにしていきたいと思います。服の色とかどうしようか悩むってツイッターの方でもつぶやいたんですけど、実際本当に結構悩んで、まずはこの配色で塗ってみようって思いました。全体的な流れとしては、まず下準備としてトップコートとかプライマーとかを拭いたらエアブラシを使って長乱に全体に色を吹きつけています。元の黒よりも若干明るめにして色味を変えて全体的にラッカー塗料をのせていきます。長乱の内側の方にも色を吹きつけるんですけど、内側全体に色をのせたら主に奥まった部分にも影色をあらかじめ吹きつけておきます。その方が後で影を描き込んでいく時に効率がいいです。私の場合はですけど今回分解をしていないのでこういったちょっとしたコツでだいぶ効率が変わりますね。しっかりと乾燥したらメインの筆でどんどん書き込んでいきます。全体的に行ったり来たり前後する部分も多いんですけど、大まかな塗りの流れとしては長乱を全体に塗っていって次に肌を塗っていって中の服と、長乱の内側を塗っていって、あとはその他の部分的な色とか胸の鎖とかあとは帽子とか靴とかも書き込んでいくという流れで進めています。塗りの順番としては今回も特にルールはありません。なんですけど今回長乱から塗っていったのは全体を占める割合が一番多かったからなんですよね。長乱の色が全体的に乗った後にその他の色とか細部の色を詰めていくのが楽しいだろうなって思ったので、個人的にモチベーションが上がりそうな順番でやっていきました。なので気持ち的にっていう部分が強いんですけど、
そもそもこういう制作とか創作とか塗りって時間がかかることですし、自分の中での楽しいとかワクワクする気持ちとかを継続して持ち続けていくことが意外と大事だったりすると思うんですよね。そういう気持ち的な部分が結果的にですけどいい作品につながっていくような気がするんですよね。なんかどんなことでも似たようなことが言えるような気がするんですけど、気持ちが乗った作品とか気持ちがこもった文章とかってあるじゃないですか。例えば友達や家族にあげるプレゼントとか、誰かに向けて書いた手紙だったりとか、なんとなく気持ちがこもってるかどうかっていうのって分かったりするじゃないですか。それと似たような感じですよね。たとえほんの少ししか伝わらなかったとしても、そのほんの少しが作品の見え方を変えてくれるというか、なんというか、なんかあんまりうまく説明できてないんですけど、そんな感じで思ってやってます。やっぱり楽しく塗れるのが個人的には一番いいなと思ってるので、作品へのリスペクトがあって気持ちが入っていればあんまり難しいことは考えないようにしてます。で、今回塗っている B 賞カラーはブラックの長蘭に渋いグリーンのタンクトップで、全体的にクールな感じのカラーがメインですけど、そこに装飾品として鎖とかボタンが派手なゴールドで、ベルトは鮮やかなカラーなので、その対比がとっても美しい配色ですよね。なので黒い部分とかは引き締めるところはしっかりと締めていって、チェーンとか派手な部分はギラッと派手に塗って対比をしっかりと引き立てるように意識していきます。なんとなく互いを引き立て合うようなイメージですかね。基本的な配色のイメージはそんな感じです。でもジョジョって本当に色が綺麗というか、配色にもすごい芸術性を感じる作品だなって思いますし、むしろどんな色でもかっこよくなりそうな可能性を秘めているフィギュアというか、作品だと思うので、本当に塗りたいカラーとか配色とか表現がたくさんあるんですよね。なので女子はまたそのうち絶対塗ろうと思っています。絶対に塗りたいですね。以前第4部の方のキラークイーンを塗ったこともあるんですけど、その時は割と自由に自分のイメージとかも含めて結構遊んで塗ったので、あれも相当楽しく塗れましたね。ちなみに私はジョジョは3部と4部が一番好きですね。あとすっごい個人的な話なんですけど、私昔丈太郎の声優をやられてる小野さんの声にすごい夢中になってる時期があってですね、でその当時は結構小野さんのいろんな作品を見てたんですよね。なんだろう、こう男らしい声なんだけどすごい甘い感じもあるみたいな声というか、しかも結構声の振り幅も広いから、例えばサイキックス王に出てくる粘土とかおそ松さんの十四松とかの声を聞いた後にこの丈太郎の声を聞くと必然的にギャップを感じますよね。とにかくすごいいいなって思ってます。筆の置き方というか筆跡の見せ方に関しては力強さを感じるんだけど繊細なイメージも出るようにしていきたいと思います。というのも私が作品を見た中で感じたジョジョのイメージがそんな感じなんですよね。アニメとかの作画は割と大胆なタッチだったりもするんですけど、荒木先生のイラストとかって力強いパワーを感じるんだけど、その中でとっても繊細なイメージがあるので、その要素も少し感じられるように表現したいなって思ったんですよね。なのでアニメのそのセル画的な表現をしつつもちょっと細かめの筆跡を見せたり劇画風のタッチとかも入れて最終的に全体をまとめていっています。塗り始めてからすぐにアニメの方をまた見たくなっちゃったんで3部のアニメを流しながら塗ってたんですけど、オープニングとか流れるたびにそのジョジョ的モチベが上がっていったのはすごい良かったんですけど、ちょくちょくもうつい見入ってしまって視界の方もいつの間にか奪われちゃうなんてこともすごいありましたね。今回はその度に作業の手が止まるので、そういう意味ではちょっと作業妨害になりながら進めていたんですけど、気持ちが上がった方が楽しく塗れるので結果的には良かったのかな。今回も二次元彩色で塗ってますけど、私の場合二次元彩色だからといってあんまり難しく考えないようにして塗ってるんですよね。難しく考えすぎると沼にはまりますね。おそらく二次元っぽく見える塗り方ってなると、一定の角度から見てより平面っぽく見えるようにするには光源とかを決めて塗っ
て、でもそれだと他の角度から見たら影だらけで物寂しくなるから光源をこの角度からも追加してみたいなのが基礎的な考え方としてあったりもするんですけど、私の場合実は一番に考えているのがいかに平面っぽく見えるかという塗り方ではなくって、あくまでイラストっぽく見えたりもするんだけど360度どこから見てもイラストっぽさが楽しめるフィギュアっていうところを実は重要視しています。実は曲線の多いフィギュアって完全にどこから見ても完璧な平面に見えるように塗るのって結構難しくなってくる部分もあるんですよね。そこにとらわれすぎて自分のしたい表現とか書き込みができなくなるのは私の場合は嫌なので、 2D というのは大前提としてもちろん意識しつつも、どこから見ても自分のしたい表現があるフィギュアということを割と重視しています。なんだかちょっと難しく聞こえちゃうかもしれませんし、いろいろと矛盾が多いとも思います。二次元彩色って聞くと、2次元のものをせっかく立体で3次元にしたのにまた2次元に戻しちゃうのって思ってしまう人も中にはいるかもしれないんですけど、私的には2次元に戻してるっていう感覚は実は全然なくって、むしろ2次元っぽいキャラが3次元に来てくれたのが2次元彩色のフィギュアだと思ってるんですよね。要は一般的なのが向こう側にいる2次元だとすると、こっち側に浮かんでいる2次元みたいな感覚ですかね。なので私がフィギュアみたいな 3D にあえてイラストっぽい塗り方をしている理由って、立体のフィギュアに塗ることによってまるで2次元の世界から現実にそのキャラクターが出てきてくれて、今ここに2次元の世界のキャラクターが今ここにいるみたいな、そんな感じですかね。ちょっと夢もあって私自身が面白いなと思っているからなんですよね。なのでたくさんの人にそんな雰囲気が感じられるフィギュアを見てもらいたいなって思ってるっていうのもあり、そしてそうやってフィギュアを塗ることで自分仕様にかっこよくできるっていうことを知ってほしくて発信もしてるという理由が大きいです。最近ありがたいことにいろんな方にリペイントしたフィギュアを見てもらえるようになって、イラストっぽく見えるって声をいただいたりとか、逆にイラストっぽいけど平面っぽく見えない不思議な感じがあるみたいな声とかもいただくんですよね。イラストっぽく見えるっていうのもちょっと不思議な感じがするっていうのもどちらも狙っているテイストなのですごく嬉しいんですよね。なんかちょっと複雑で難解な感じがするかもしれないんですけど、そういう矛盾の部分も含めて届いてて嬉しいなと思いながらコメントとか見てます。もちろんバキッとしたアニメ塗りみたいなのもやったりもするんですけどね。テイストとかは日々研究しつつ新しい塗り方も今後探していきます。テイストとかは、その都度フィギュアとか見ながらも日々研究とかしていきながら新しい塗り方も今後探していけたらなと思います。フィギュアとその時の気分と相談でって感じで見つけていきますかね、ゆるーく。はい、こんな感じで今回完成したフィギュアがこちら。はい、今回は SMSP の B 賞カラーの空城城太郎を二次元彩色でリペイントしていきました。ジョジョもそうなんですけど、私結構等身の、スタイルがいいリアル系テイストのキャラとか見た目的にもすごい好みなので、感情移入してガシガシ書き込んでいけたのでとっても楽しく塗れました。途中も話しましたが、ジョジョって本当にいろいろな色の配色とか面白い塗り方とかもできる素敵な作品だなって思ってるので、またぜひ他のテイストとかでも塗りたいタイトルだなと思ってます。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントやフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も発信しているので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またツイッターの方では私が現在リペイントしているフィギュアの過程なんかもツイートしていってますので、気になった方はそちらもフォローしてみてください。じゃあまた次回の動画で、またね。